ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。トルティリオーニ、シュリンプ&スピナッチ、1880円です。デリカの新商品、パスタですね。加工日は今日、消費期限は8月21日、あさってですね。蓋を開けると磯の香りがやけに強くて不安でしたが、結果を先に申しますと美味しかったです。7センチくらいの大きなエビとほうれん草と、トマトはチェリートマトとセミドライトマトのオイル漬けの2種類です。水牛モッツァレラも入っています。980g 入りです。温め方はレンジで5分、かき混ぜてさらに10分です。食べる分を小分けにして加熱しても良いと思いますが、うちはトレイごとチンです。モッツァレラがとろけて美味しそうです。エビは下処理がちゃんとしてあるのでレンジで外ることはなかったです。存在感があって美味しいです。パスタはトリニティオーニ、ペンネよりも太く 1.5 センチで長さは5センチです。もっちりして食べ応えがあります。原材料にバジルは書かれていませんが、店頭ポップにはバジルとニンニクが香るオイルベースのパスタソースと書いてあって、ジェノベーゼにそっくりです。バジルチキン同様に塩気が強すぎるのが残念ですけれども、ガーリックも程よく効いてて美味しいです。リプトンシトラスシャインティー1398円です。無糖のフルーツフレーバーティーです。リキッドタイプで1リットル入りが6本、1本あたりは233円です。茶葉の産地はインドネシアとケニア、製造は長野県です。賞味期限は来年の4月です。希釈は不要です。キャップを開けて注ぐだけです。こういうパックの注ぎ方ご存知でしょうか。これは悪い見本です。バシャバシャこぼれますね。注ぎ口を上にすると安定した量で注げます。お味はシトラスだからって酸っぱいわけではなくて、紅茶特有の苦味とシトラスの爽やかな香りを楽しむ紅茶って感じです。おやつにも食事にも合いますし、麦茶感覚で喉を潤すだけでもとてもすっきりして美味しいです。美味しいドーナツ20個入り658円です。1個あたりは 32.9 円。製造は長野県、賞味期限は11月8日です。重さは 30g。変形してたりしてますけれども、直径はだいたい6センチくらいです。パッケージは 6.5 センチなので実物大ではないですね。1個あたりは120キロカロリーです。駄菓子のドーナツにありがちな、表面にお砂糖がまぶしてあるようなものではなくシンプルです。その分甘さを控えめに感じます。しっとりしてて常温長期保存のドーナツにしては美味しいと思いました。久世福いちごミルクの素 470ml 748円から100円オフです。製造は長野県、賞味期限は来年の7月です。娘が気に入ってるんですけれどもお高いのでクーポンを狙っています。いちごミルクの素1に対して牛乳は2です。ヨーグルトや炭酸割りもありですけれども、やっぱり牛乳が一番ですね。甘ったるさのない優しいいちごミルクの味です。いちご果肉感もしっかりあって美味しいです。ポッカいちごプリンの素4パック入り798円から140円オフです。これも娘が好きなのでリピです。マンゴープリンの素はお値引きなしでした。製造は愛知県、賞味期限は来年の3月です。200cc の牛乳といちごプリンの素1袋を混ぜます。ティラミスの空きグラス3個分できます。出来上がりの1個あたりは115キロカロリーです。冷蔵庫で冷やすとプルプルのプリンになります。今回はホイップとミント乗せてます。マグロのたたき 500g 1598円から200円オフです。メルマガ掲載品です。メバチマグロは台湾、韓国、その他、キハダマグロは日本、中国、
製造は静岡県です。半解凍で販売されていて、加工日は今日、消費期限は8月21日です。定番ですが山かけが好きです。ボッカグレープフルーツレモネードラッシー 800g 758円です。メルマガ掲載品、期間限定フレーバーですね。レモンとグレープフルーツ果汁 6% の乳酸菌飲料です。製造は北海道、賞味期限は9月2日、2週間です。粘度は高めなので飲み応えがあります。美味しいです。いかにも飲むヨーグルトって感じのラッシーのフレーバーでは一番シンプルな味に思います。ポテトチーズロール980円です。ベーカリーコーナーの新商品です。ちなみにディナーロールは458円です。マスカルポーネロールが置いてなかったので、ポテトチーズロールが並んでいる間はマスカルポーネロールがないってことかな。加工日は今日、消費期限はあさってです。ベーグルのチーズのような表面ですけれども、ふんわりしています。原材料にはナチュラルチーズとしか書いていないんですけれども、ポップによるとレッドチェダー、ゴーダ、エグモントの3種類のチーズが使われているそうです。購入日当日はふわふわでしたが、翌日には硬くなっていましたのでリベイクしてみました。レンジは600ワットで20秒とトースターは1分半で温め程度です。レンジは極端に言うととろけるような柔らかさです。マスカルポーネロールを温めた時に似ています。甘みもアップしました。トースターの方は少し硬いです。香ばしさがアップしました。100g あたり274キロカロリー。一つ一つの重さはバラバラですけれども、だいたい一つで100キロカロリーと覚えておけば良いと思います。1個あたりのお値段は 27.22 円。チーズだから高くなってしまうのは仕方ないんですけれども、ディナーロールの倍以上のお値段なのでちょっとね買いづらいかなと思います。生地に乾燥じゃがいもを練り込んでいるんだと思いますけれども、ポテト感はわからないです。チーズが勝っていますが、塩味が強すぎるってこともなく美味しいです。やっぱりベーグルのチーズに似ていますね、風味はね。パンの立ち位置としてはロールパン以上、惣菜パン未満って感じでしょうか。おやつにも食事にもなるパンですね。サンドするならピザのトッピングのようなものが良いかと思います。レタス&ベーコン、コーンマヨとかスプレッド類やジャムも合うとは思いますけれども、今ねちょっとジャムを切らしててごめんなさい、試せなかったです。クノッパーズお菓子売り場の新商品です。ドイツのウエハースですね。 25g が24個で1498円です。1個あたりは 62.4 円です。ちょっとねお高いので迷ってました。賞味期限は来年の5月です。矢印の方向から開けると手を汚さずに食べられます。層は上からウエハース、ヘーゼルナッツ入りチョコ、ウエハース、ミルククリーム、ウエハースチョココーティングです。大きさは 55mm の正方形で、厚さは 18mm です。1枚あたりは138キロカロリーです。見た目はビックリマンチョコのような感じですけれども、ヘーゼルナッツチョコなので味は全然違います。サクサクでとにかく美味しいです。はい。ミニカマンベール 25g が10個、1068円から200円オフです。メルマガ掲載品です。ミニブリードの比較動画も投稿してますけれど、そんなに違いはないので安い方を購入してます。1個あたりは 86.8 円。原産国はフランス。賞味期限は来年の3月です。今回はフリッターにしました。先に薄力粉と牛乳と卵黄を混ぜます。卵白に塩を少々入れてから泡立てたものを混ぜて衣を作ります。ミニカマンベールをくぐらせて高温で揚げます。左側のは魚肉ソーセージのフリットです。カマンベールがとろっとして美味しいですよ。
今週の酒はサントリー角ハイボール缶です。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ないです。すっきりした味わいで美味しいです。おつまみはトルティリオーニシュリンプ&スピナッチミニカマンベールと魚肉ソーセージのフリットです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。